突然ですが、皆さんはこれらのデバイスをご存知でしょうか？こちらはストリームデック。こちらはループデックと呼ばれるもので、このようなディスプレイのついたボタンにショートカットキーやアプリの立ち上げなどあらゆる操作を割り当てることができます。そんな名前も機能もそっくりな2つのデバイスですが、そもそもどこが違うのでしょうか？そしてどちらを購入すべきなのでしょうか？今回はそんなストリームデックとループデックの違いを徹底解剖していきます。というわけで、冒頭でもお話しした通り、こちらの Stream Deck とこちらの Loop Deck の違いについて解説していきます。その前に、そもそもこれらのデバイスが一体どんなものなのか改めて説明しておきます。この2つのデバイスは簡単に言えばディスプレイのついたマクロキーボードのようなものになっています。どちらも本体にはこのようなボタンがついています。そしてこのボタンにはそれぞれコピー&ペーストのようなショートカットキーや押したら Twitter を開くというようなアプリの立ち上げ、さらにはボタンを押すことでマイクのミュートのオンオフを切り替えるというようにありとあらゆる操作を自由に割り当てることができるのです。さらにそれぞれのボタンにはディスプレイが搭載されているような構造になっているため、自分がどのボタンにどんなキーを割り当てたのかが一目瞭然となります。例えばアプリの立ち上げを割り当てた場合にはアプリケーションの画像を表示させておくことができますし、あるショートカットを割り当てた場合にはショートカットの名前を表示させておくことができます。そのためストリームデックやループデックを1台デスクの上に置いておくだけで圧倒的な作業の効率化を図ることができるのです。これら2つのデバイスの機能や特徴を大まかに見ていただいたところで、こちらのストリームデックとループデックの違いはどこにあるのか徹底的に比較していきましょう。まずは本体の違い。Stream Deck は設置するとかなり角度が垂直に近い感じで自立してくれます。そして本体にはびっしりとボタンが敷き詰められているような構造になっており、ボタンを入力する際にもしっかりと押し込む感覚を得ることができます。ちなみに Stream Deck には3種類のサイズが存在しており、ボタンが 2×3 で6つ搭載されている Stream Deck Mini、ボタンが 3×5 で15個搭載されている Stream Deck、さらにボタンが 4×8 で32個搭載されている Stream Deck XL がラインナップされています。こちらは Stream Deck XL となります。次にループデックを見てみましょう。こちらは設置するとかなりなだらかな傾斜になります。並べてみてもこの通りかなり角度が浅いです。そして本体には 3×4 のディスプレイ付きボタンが搭載されている他に、下部分には8つの丸いボタン、さらには本体の左右に3つずつつまみが搭載されています。またディスプレイ付きボタンについても Stream Deck とは異なりタッチパネル方式になっています。なので入力する際には押し込むわけではなく、軽く触れるだけで反応してくれます。ちなみにこちらはループデックライブという製品ですが、縦の長さが2倍くらいになってボタン数も2倍くらいになるループデック CT という製品もラインナップされています。続いては機能面での違いを見てみましょう。基本的に皆さんが想像しているであろう機能については両者ともできることはほぼ同じだと思っていただいて構いません。それこそ特定のキーストロークを割り当てたり、特定のアプリの機能を割り当てたり、特定のテキスト入力を割り当てたりといった操作はどちらも不自由なく行うことができます。しかしそれ以外にも両者の間には実は割り当てられる機能にちょっとした差があるのです。まずは Stream Deck でしかできない機能を紹介します。例えば CPU 使用率を表示させたり、 PC 上に表示されている色の RGB を分析したり、 YouTube のチャンネル登録者数を常時表示させておいたりするというようなことができます。購入する決め手になるというほどではないものの、あるとちょっと嬉しいような細々した独自の機能をかなり取り揃えているという点が Stream Deck の特徴です。このようなちょっとした機能が充実している理由は、たくさんのプラグインが用意されているから。Stream Deck アプリにはもともとショートカットの割り当てというような機能がたくさん用意されていますが、それ以外にも
Stream Deck Store からプラグインとしていろいろな機能をダウンロードすることができるのです。ちなみにストアという名前がついているものの基本的には全部無料です。またこのプラグイン自体も新しいものが続々と更新されているので、ちょっとした便利プラグインがどんどん増えていくのです。ただし、ラインナップとしては我々が目にしたことのないようなアプリのプラグインが8割程度を占めているので、過度な期待は禁物です。次に、ループデックでしかできない機能を紹介していきます。先にお伝えしておくと、機能面では圧倒的にループデックの方が充実しています。その理由は、このつまみ。ループデックではつまみによる回す動作を割り当てることができるため、Stream Deck では想像もつかなかった直感的で自由度の高い PC 操作ができるようになるのです。例えば、つまみによる音量調整。Stream Deck でもこのような音量大、音量小のボタンを2つ用意しておくことで、ボリュームの上げ下げをすることができますが、ループデックではつまみを右に回せば音量大、左に回せば音量小というようにめちゃめちゃ直感的かつ素早く音量調整をすることが可能です。さらには各アプリごとの音量を操作できる音量ミキサーモードまで搭載されています。さらにこのつまみにはウェブページのスクロールやマウス操作なんかを割り当てることも可能なので、もはやキーボードマウスがなくても PC 操作ができるようになります。つまみによる操作以外にもループデックには点キー機能が搭載されています。これはボタンを押すだけでループデックが点キーモードに切り替わり、数字入力が圧倒的に快適になるという機能です。Stream Deck で点キー入力をするためには自分でテキストを割り当てたボタンを用意して並べてあげる必要がありますが、ループデックであれば開封して機能を割り当てればすぐに使える状態に仕上がっています。しかもこの浅い角度のおかげでまるでキーボード操作をしているかのようにサクサクと入力することが可能なのです。機能性、作業効率性という観点ではループデックに軍配が上がりそうです。それでは最後にショートカットキーの割り当て方法について Stream Deck と Loop Deck を比較していきます。平たく言えばソフトウェアを操作する時の快適性とか利便性というようなところです。このような自分好みにカスタマイズして使用するタイプのデバイスにおいてキー割り当てが簡単にできるかどうかは最重要項目といっても過言ではありません。Stream Deck や Loop Deck の場合、好きなショートカットキーを割り当てることが可能な分、つなぐだけですぐに使えるという類のデバイスではなく、使用する際には自分で設定を開いてカスタマイズすることが前提となっています。そのため、もしも設定が複雑だったり操作が面倒だったりすれば、開封して使用するまでの間で挫折してしまう可能性もありますし、今後新しいキーを割り当てたいと思った時にも操作が面倒で徐々にデスクの上の置物に変わってしまう可能性も大いにあるのです。よってソフトウェア自体やキー割り当て操作は簡単に越したことはないのです。まずは Stream Deck から見ていきましょう。設定アプリを開くと左側には画面を模した黒い枠が、右側には割り当てることができる機能が並んでいるような状態になっています。なので右側から好きな機能を左側の好きな部分へドラッグ&ドロップします。これで完了。さらに好きなキーストロークを割り当てたい場合には、今ドラッグ&ドロップした機能を選択すると下に機能の詳細が表示されるので、ここから好きな機能を割り当ててあげれば OK。 操作がめちゃめちゃシンプルなのでサクサク割り当てていくことができます。続いてはループデック。アプリを開くと左側にはデバイスを模したような画面が、右側には割り当てることのできる機能が並んでいるような状態になっており、Stream Deck とかなり似ています。ただしその設定方法は似て非なるものであり、Stream Deck と同じだと思って飛びかかると思わぬ火傷をする可能性があります。早速割り当てていこうと思うのですが、アプリを開くと実はすでに一部の機能が割り当てられています。ここから自分の好きな機能が詰まったページを作りたいわけなのですが、ここの3のボタンを押してもページが切り替わるわけではありません。自分の好きな機能を割り当てるためには、まずはショートカットキーの入れ物となるワークスペースを作成してあげる必要があります。ワークスペースを新規作成して
上げたら、これを好きな数字の部分にドラッグ&ドロップ。これで準備が整いました。次に好きな機能を割り当てていきます。基本的には右側のアクションというところに機能がたくさん入っているので、ここから選択してドラッグしてあげれば良いですが、例えば好きなキーストロークを割り当てたい場合、まずカスタム欄を選択して3点リーダーのマークをクリックしたらショートカットを選択。ここに好きなキーストロークを入力してあげます。そして作成すると新しいショートカットアクションが作成されるので、これを画面にドラッグしてあげれば割り当てができます。というように同じキーストロークの割り当てでもStream Deckと比較すると圧倒的に手数が多く直感性にも欠けるように感じました。僕自身現在はStream Deckと Loop Deck の両方をデスクの上に置いて PC 作業しているのですが、何か新しい機能を割り当てたいと思った時、割り当てる時の手順の快適さを考えてついついStream Deck に割り当ててしまうことが多いです。というわけで両者を比較すればStream Deck の方が断然割り当て操作は簡単に進めることができます。ここまでStream Deckと Loop Deck の両者を外観、機能、設定方法という3つの観点から比較してきましたが、結局どちらを購入すればいいのでしょうか。まずは誤解を恐れずに結論だけ言います。Stream Deck が安心。さすがに誤解を招いている可能性もありますので、その理由について説明させていただきます。これまで見てきたように、Stream Deck の最大のメリットはカジュアルに使えるという点です。おそらく Stream Deck や Loop Deck を購入しようか迷っている方のほとんどは配信者やクリエイターという方ではないんじゃないかと思っております。むしろアイコン表示されててかっこいいとか、押すだけでアプリ起動できるのすげーとか、そんなポイントから導入を検討しているのではないでしょうか。各言う私もそんな理由で購入しました。そんな時、実際に大金をはたいて購入したデバイスの設定がめちゃめちゃ面倒だったら正直絶望ですよね。しかし Stream Deck であれば設定がめちゃめちゃ直感的なので、マニュアルや解説動画を見て割り当て方法を学ぶ必要もありませんし、設定方法が簡単だからといって機能が限られているというわけではありませんので、不自由なく使用することができます。一方の Loop Deck はというと確かにめちゃめちゃ便利です。ディスプレイと物理ボタンの組み合わせは最高だし、つまみまでついていて可能性はまさに無限大。しかし軽い気持ちでこのループデックを導入した場合、最初の設定画面があまりにも難解なので、開封してから使用するまでの間に挫折してしまう可能性が非常に高いです。というか僕が挫折しそうになりました。もちろん現在は僕がループデックの設定方法について一から説明している動画もありますので、そちらを見ていただければ設定は問題なくできるようになるとは思いますが、とはいえやり方がわからないと路頭に迷う可能性が非常に高い。またつまみについても実際には動画編集や写真編集ないしお絵描きをするようないわゆるクリエイターと呼ばれる人でもない限りはそこまでなくても困らないのではないかという印象を受けました。特に音量調節であればループデックを導入するよりもむしろ他に外付けのサウンドカードやアンプをデスクに設置した方が幸せになれるような気がしています。なのでループデックについてはもう少し設定が簡単だったらなと思わずにはいられません。なんせ機能はStream Deckを凌駕するものがありますので、もちろん俺は絶対にループデックを使うんやという方はぜひ導入してみていただきたいですが、相当の覚悟を持って臨む必要があるでしょう。というわけでStream Deckとループデックを比較してみた僕の結論としては、購入するならStream Deckが安心ということになるのです。というわけで今回は同じくディスプレイのついたマクロキーボードであるStream Deckとループデックを徹底比較してきました。どちらもめちゃめちゃに便利なアイテムであることは間違いないですので、ぜひとも全人類に導入していただきたいなと考えています。それぞれのデバイスについてもこんな感じで動画を上げておりますので、よかったら合わせてご覧になっていただけると嬉しいです。この動画良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも Twitter 等やっておりますのでフォローしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。